焼き締め、土と炎が生み出す美。西洋では素焼きの陶磁器に釉薬をかけ、美しく絵付けを施し、その美を鑑賞してきた。一方、焼き締めはその形と焼き肌を鑑賞する。日本人が見出した焼き締めの表情、景色と呼ぶ。土の成分と炎の作用が織りなす自然の美しさを神秘的な思いの中で古くから大切にしてきた。さまざまな景色を見ていこう。備前焼の粘土は鉄分が反応して焼き上がると赤く発色する。その色を火色と呼ぶ。代表的な景色、緋襷。作品の上に置いたり巻きつけていた藁が焼けると、まるで炎の跡のように火色が残る。なぜそのようなことが起こるのか。今では特殊な化学反応として分析が進められている。岡山理科大学の研究者によると、備前焼粘土と稲わらに含まれているカリウムが反応しまして、表面にまず最初に酸化アルミニウムが高温で析出してきます。その高温で析出した酸化アルミニウムの周りに冷却過程でですね、酸化鉄が、酸化アルミニウムの周りに析出しまして赤くなってきます。ですのでゆっくり冷やせば冷やすほどその析出してくる酸化鉄の量も大きくなりまして深い赤色になってきます。こちらの景色はごま。焼成中降りかかった灰が高温で釉薬のように溶け、冷えた時ごまを散らしたように固まったもの。三切り。灰が降り注ぎ器を覆うと、その部分がいぶし焼きとなり、灰色、黒、青みがかった黒などの変化が現れる。さらにかぶった灰が炭化して焦げついたように黒くなる景色、焦げ。滋賀県信楽の焼き締め。さまざまに性質の違う粘土を混ぜ合わせており、地は白っぽく、焼き色は淡い赤みを帯びる。それを地元では火色と書く。その色合いは土の成分、炎の流れによって多彩に変化する。あられ。土に多く含まれている長石が高温で溶け、粒状になって表面に現れたもの。つぶらな様子からカニの目とも呼ばれる。トンボの目。表面に積もった灰が溶けてガラス化したのがビードロ釉。それが流れ出し、途中で玉になって止まった状態がトンボの目。愛知県常滑市。古くから日本各地で使われていた陶器の大生産地だった。この地の特色の一つ、手泥。
鉄分を多く含んだ赤土を使うことで生まれた赤い焼き締め。海に近い常滑独特の景色、藻崖。海藻を巻きつけ、それによって緋襷のような景色を生み出すもの。19世紀の中頃考え出された景色。例えばちょっと温度が高すぎ予定よりは高かったとか、ちょっと低かったとか、そういうことで色が雰囲気がガラッと変わることがありますよね。だからそういう自然の要素が大きく働くから、そういうことも意識して物をこう作っている感じですよね。それはもう800年もずっとやって経験してきてるわけだから、みんなそういったことを経験して、その技法を次の世代へ継ぎ足してきてるわけですよね。焼き締めの景色ははじめ窯の中の炎と風と灰によって作り出される偶然の産物だったが、やがて人々のたゆまぬ研究と努力で生み出すようになったものだった。